金井紀子さん当時16歳、爆心地から450メートルの中央電話局で被爆しました。金井さんが勤労奉仕に出ていた袋町の中央電話局、3交代制で交換手が勤務しており、金井さんは前夜からの夜勤でした。電話局の隣にある袋町小学校、避難するときに見た子どもと先生の姿が今でも目に焼き付いているといいます。その前夜がですね、私夜勤勤務だったんですよ。6日の前の日ですね。空襲警報とか警戒警報解除いうのが頻繁にあったんですよね。交換台で、一応交換の仕事をしてましたので、それトイレに行く時間もないくらいにね、もうその時間休憩もなしに朝の6時までの勤務だったんですけど、ついてたんですよ。そして2時間ほど8時の交代があるんですよね。下の、今の話、今でしたトイレいますね。あそこにちょうど1階にありましたので、2階の方は満員だったもんですからね、1階に参りましてね、その時に外の方で一応 B29 が B29 だって外から言いますもんですからね、あらっと思って出てこう覗いたわけなんですよ。入る前よ、トイレに入る前よ。そうしたらまさに飛行雲がね、こうスーッと走ってたんですよ。あれが B29 飛行雲なんだなと思いましてね、初めて見たもんですから、あんなものが来るようになったんかなっていう感じでね、ちょっと見ただけでもう中の人が出られたもんですから、私が中に入りまして、そしてね変な話なんですけどね、トイレ入りましてね、こうもんぺ当時もんぺですからね、もんぺをこう下へずらした瞬間にバクーンドカーンとこう音がしましたんですよ。おかしいな、今日はよ2連隊ですか、なんか時々いろんな練習のねされるって聞いてたけど、あれにしてはえらいひどいことをされるもんだなと思ったんですよ。そしてもうその時はもうトイレを済ましたかどうかはわからないんですけど、もう夢中になってズボンをね、もう門扉履き上げまして外へ出ましたらね、もう暗闇の状態なんですよね。でその時に口の中へも肺神楽っていうんですか、もう口が物が言えないくらいにこう入り込んだんですよね、息を吸うたと同時に。それでどういうことなんだろうかなこれと思ったんですよ。そしてどこからこれどこへ逃げたらいいんだろうかなと思って、一人がみんなその時はもう悲鳴がね四方八方で聞こえてましたし、そしたらここの生徒さんがもうボロボロになって、それこそ先生にね、もう群がられるだけこう群がって、先生が大丈夫よ大丈夫よしっかりしてねって言って、もう手をこう肩を掛け合って歩いてその水槽のところまで来られたんですよ。その水っていうのもね、真っ青になった苔のこう入ったボウフラのこう浮いてるような泳いでるような状態の水なんですよね。水槽の水が買えるわけじゃないんですから、ただ防火にっていうための置いてあるだけのね水ですから、それをね今度は私の方にもうどんどん生徒さんが来ますのでね、私の方に「お姉ちゃん水ちょうだいお姉ちゃん水ちょうだい」ってもう私のこの服を引っ張るんですよ。もう時私まだ16歳でしたけどね、なんか母性本能いうんですかね、すごく気持ちがしっかりしましてね「お姉ちゃん日本負けたの?」って言うんですよ。でその負けはしない、負けていないんだからね、しっかりしてねって、これは何かの間違いでね地震みたいなのが来たんじゃないかなって、しっかりしてねって言うことと思ってることとの出す言葉とがちょっとこう違うんですけど、子供を励ます気持ちに親の心っていうんですかね、すごくしっかりした気持ちになりましてね、
なんか市内が全部ダメらしいっていうのを本でみんな口々に伝わって、それを母が聞いてましてね、私はもうダメだろうっていうようなことを、私の友達がちょうどその日は休んでましてね、家にその人の友達の家に母が聞きに行ったらしいんですよ。どういうようなことじゃろうか、もう私のり子言うんですけど、母がのり子はもうダメじゃろうかっていうようなことを聞きに行ったらしいんですよ。なんか爆弾が落ちたって言うけど、あれは中央だからねって、おばさん分からんよって言ったらしいんですよ。そうしたらもう母が泣き崩れたそうですよね。かわいいやかわいいって言うてから、もうそして4時頃でしたかしら、私家に帰りましたらね、もうその時の母の喜びよって言ったら、私が帰った時にはまさに死んだものが帰ったいう感じでね、もう死んでたと思うのが帰ったわけでしょ。それでも抱き合って泣いて、そのあくる日からもう何も食事は喉通りませんし、もう吐いてばっかりいましたね。今度9月に入りましてね、朝こう髪を撫でてましたらね、串に髪がバサッとこう引っかかるんですよ、割に多く。あれおかしいなと思って、それまでには下の方からちょっと恥ずかしいんですけど、出血しだしましてね、それが普通だったら1週間ぐらいで止まるっていうことなんですけど、それがずっと止まらないんですよね。そしてお医者さんに行きましてね、こうで髪の毛が抜け出すし、先生出血も下の方からね、出血はもう10日余り続いてあるんですよ、止まらないんですよって言ったら、それをなんで早言わんかって、出血止めでもするのにっておっしゃったんですよね。あ、そうですかって、そんなこと気がつきませんですしね、言うて、それから一応注射してもらって帰って、それからが私の闘病生活なんですよね、原爆のまさに。そして髪の毛がね、こうおかっぱで持ちますとね、持っただけの髪の毛が全部こうパサッと落ちるんですよ。あれはほんまなんですよ。でね、どなたもよくそれをおっしゃってますけどね、ほんまに落ちるんですよ。もう串を当てるのが怖くなりましてね、私どうなるのいう感じで、そうしたらみるみるうちに斑点がね、本当は小豆粒大ぐらいの斑点がもう湿疹みたいに出てるんですよね、体中に。わあ、これはもうダメだ。私はもうその時はもうダメだとか、もう死ぬとかいうことは考えてないんですよね。ただ両親がそういうふうに気遣いしてるんですよ。そしてもう何にも喉へ通らないんですけどね、私実に不思議な経験したんですけどね、その時にね、ひょっとこう寝てましたらね、仏様がね、私の寝とる枕元へバーッとこうがさしたようなね、仏様が出られたんですよね。で私が思わずね、わあ、仏さんがお母さん頭におられるって言うんですよ。そしたら、そんなこと言うてくれるなって言うんですよね。で私が生だぶつって言いましたらね、念仏が出るんですよ。その念仏を出してこう水滴で水を入れるとね、ここの不思議に喉へ通るんですよね。それを私経験しましたね。だから神仏があるとかないとかね、いろいろな考え方で言われますけどね、私は確かにあれはあると思います。一度なんか市長さん会議がありまして、東京であったらしいんですよね。その時に広島から市長さんがその時の惨状を話されたら、なんか北海道の市長さんがね、これはあまり広島の被爆をね、誇大にこう言い過ぎるんじゃないかっておっしゃったっていうことが一応いっぺんなんか記事かニュースかで見たり聞いたりしましてね、わあ、なんてひどい言い方なさるんだろうかな。広島の市長さんはね、その現状本当誰にもね分かってもらえないと思うんですよ。私いくら語っても話しても、この原爆の話はね、しょんとしてもダメだからしたくないっていう感じがするんですよね。で映画を見ましても、そんなもんじゃないわと思うんですよね。あんなもんじゃなかったわと思うんですよね。同じするんだったらもう少しね、その時の生のものをね、私らの頭の中ではっきりこう入ってる生のものをね出せるんだったら、今の言う
後々の人が今の私たちが歴史の物語を見ますような形になるわけでしょ、これが言えば。それだったらそういう形になってこう変わって、今度年代が変わって、その方たちが広島にこういう惨状なことがあったんだっていうことを知られるわけでしょ。でもね、なんかまあ今だったら私らも昔のことは分かりませんのでね、ああ時代があったんかな、ああいうふうにやってたんかないうようなことを見ますよね。だから上の空で見ているような気がします、私は。